日本のミックススパイス七味で料理に新たなアクセントが加わる辛みの物語。辛口万能調味料俺の七味辛口島田限定発売中。はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。北は北海道、南は沖縄、日本全国焼肉を食べられるお店は存在します。小さな個人経営の大衆店から豪華な内装の高級店まで業態は様々です。皆さんの地元にも地域密着型のローカル焼肉チェーンはありませんか？今日は群馬が誇る焼肉チェーン朝鮮飯店をご紹介します。それでは早速やっていきましょう。昨日の夜に LINE でいぶし銀銀丸から明日新卒の鈴木くんと3人で朝飯行きましょうと連絡が来て、何時と返すと夕方の5時にしましょうというやり取りがありました。朝飯なのに夕方？朝飯じゃなくて朝鮮飯店、略して朝飯か。ということで今日は我が地元群馬が誇るローカル焼肉チェーン朝鮮飯店に行ってみます。群馬に旅行に来たことある人はロードサイドとかでひときわ目立つ赤と緑と白を基調とした宮殿のような建物を一度は目にした人もいるかと思います。群馬県民の馴染みの焼肉屋といえば必ず名前が挙がるのは朝鮮飯店です。群馬県民なら一度は行ったことある人も多いはずです。友達同士でワイワイ食事したり、家族での外食や行事のお祝い事、打ち上げなど幅広いニーズに対応しています。自分も物心ついた時の焼肉初体験は今思えばここだったかもしれません。この食品サンプルを見ているだけで席を待っている間も焼肉熱が冷めません。この派手で豪華な内装が昭和を感じさせます。一昔前の焼肉屋ってこんな感じの内装とかが流行ったみたいです。朝鮮飯店は株式会社安藤忠商事が運営する昭和38年創業の老舗焼肉チェーンです。群馬県を中心に栃木や埼玉で店舗を展開しています。同じような外観で栃木を中心に展開している大陸食堂というお店もありますが、こちらは朝鮮飯店から名前が変更されたのれん分けのようなお店のようです。他にも群馬には似たような外観で焼肉桃源というお店もありますが、こちらの関係性は分かりませんでした。外観から内装まで統一されているコンセプトはさながら異国に旅行に来たかのような錯覚をしてしまいます。ノーパスポートで来れる日帰り焼肉プチ旅行のスタートです。メニューを開くと安定の長飯デザインです。昔から見ているからか、このフォントや色使い、写真すべてが長飯っぽさを演出しています。肉はもちろんホルモンや海鮮に野菜に盛り合わせ、肉も並から上や特上、サイドメニューのサラダ、キムチに刺し物に一品料理、お肉のお供のご飯物やスープ、締めの麺にデザート、子供のためのお子様ランチなど、とにかくどんな人が来ても満足できるメニューのラインナップに驚かされます。今回はディナーの時間での来店ですが、ランチで来るのもおすすめです。それではまずは金色の水をオーダーです。いただきます。今日は焼肉のために朝から何も食べてないのでお腹の減り具合はマックスです。この魔法の金色の水が焼肉をこれから食べる気分を高ぶらせます。久しぶりに長飯に来たのですが、ついに長飯にも現代テクノロジーの波が押し寄せてきました。卓上のセルフオーダーシステムが導入されています。一度に30品まで注文 OK と気合の入り方が違います。これなら食べ盛りのわんぱく坊主も追加のオーダーの心配しなくていいからにっこりです。それでは焼肉のタレをセットしましょう。醤油ベースのさらっとした甘めのシンプルなタレはどんなお肉とも相性が良くご飯が進みます。そこにコチュジャンとはまた違うちょっと油分のあるピリ辛の辛味噌を投入します。ご飯多めに食べるならこの段階からゴールを見据えて行動するのもありです。少しタレを多めに注いで徐々に焼肉の肉汁でタレを育てて、最後は残ったライスに肉数枚と育てたタレを回しかけて、フィニッシュも焼肉を最大限に楽しめます。肉を焼く前から鉄板という名のリングの上での総合格闘技はスタートしてます。どうやってお腹を満たして満足するか、これは肉と己との真剣勝負です。まずはキムチの盛り合わせが到着です。白菜キムチに角的、追いキムチにチャンジャと、キムチ界の四天王で空っぽの胃をお肉を食べる状態へと誘います。ピリ辛白菜、甘めの角的、さっぱり
領域ムチに塩辛いチャンジャと、どれも個性豊かで飽きさせません。お次は千枚刺しです。軽くボイルされた千枚は適度に身が締まっていて、身のコリコリ感があります。ドロッと濃度のある酢味噌が千枚のひだとひだとよく絡み合っています。これは酒のつまみにぴったりです。それではお肉を注文しましょう。さすがに一度に30品を注文する勇気はなく、徐々にオーダーすることにします。まずは並の牛タンとライス大が到着です。少し薄めにカットしてあるおかげで歯切れもよく、コリッとした牛タンの食感と味わいを楽しめます。しっかりめに塩味もついているのでこのままでも十分ですが、お好みでレモンをつけて食べるようにレモンダレも用意してくれます。次は上タンです。先ほどの並タンに比べて淡いピンク色っぽさが強くなり、見るからに並に比べると脂が乗っていそうです。先ほどのタンよりも柔らかく、噛むごとにジューシーな脂が口いっぱいに広がります。食感派なら並、ジューシーな柔らかさなら上が正解です。お次はソフトカルビ、骨付きカルビをオーダーです。まずはソフトカルビから。これはメニューにも記載がありますが、カルビではなくハラミです。この名称って他の地域でもありますかね。このハラミの繊維質なほぐれる食感はまさにソフトです。赤身と脂身のバランスが良く、枚数を食べられます。ここで飲み物はレモンハイに変更です。お次はカルビと骨付きカルビを焼いていきます。カルビは少し薄めにカットされていることでさっと焼き上げられます。焼けるのを待つ間にユッケジャンスープの到着です。このピリッと辛さのあるスープと具材は溶き卵、もやし、ほうれん草に肉ですかね。しっかりめの味付けのスープはご飯のお供にぴったりです。それではカルビ食べてみます。このハラミに比べると脂の乗った肉質としっかりとした噛み応えあるけど口に残らない食感、人気ナンバーワンも納得です。これはご飯が正解です。お次は骨付きカルビです。置いていないお店も多いですが、ついついあると頼んじゃいます。熱々なので食べるときは注意しましょう。この骨からワイルドにベリベリベリって肉を剥がす瞬間は脳の奥から感じる喜びがあり、野生に戻ったような本能的な満足感があります。次は焼肉の定番ロースです。これはロースと書いてありますが、メニューにも牛ももと書いてあります。おそらくランプとかですかね。赤身でさっぱりとしていて、肉質はハラミやカルビよりも柔らかいです。これは脂っぽい部位などを気にする人にもおすすめです。お次はホルモンミックスです。牛ミノ、牛レバー、牛ハツのミックスですね。まずはミノから焼いていきましょう。ミノは水気があるので味が乗りにくいですが、格子状に包丁を入れてあることで身の間にも味が染みていて、焼き上がりも早く刃も入りやすくなるように工夫がされています。お次はレバーとハツです。さっきから2つ後ろくらいの席のファミリーがレバーうまい、レバーうまいと3回くらいおかわりをしていたので、聞こうと思ってないのに潜在意識に勝手にレバーうまいと刷り込まれています。これは新手のサブリミナル効果です。半個室なので本当に後ろにお客さんがいたのかわかりません。共に薄めのカットで早めに焼き上げるスタイルです。火が入りやすいので慎重に焼きましょう。鉄板の上にレバーやハツを広げすぎるのは注意が必要です。牛レバーの焼き特有の甘みがあり、焼きすぎないことで身のしっとりさも感じることができます。牛ハツはプリッとした食感と歯切れのいい噛み応えがさっぱりとしていて食べやすいです。ちょっとここで気になったので高麗人参酒をロックで飲んでみます。初体験なのでどんな味か気になります。人参の個性的な部分をギュッと凝縮したような苦味が口いっぱいに広がります。これは食事中に飲むとかよりは食前酒的な感じでクイッといって食事に備えるのが正解だったかもしれません。どちらかというと薬っぽい漢方的な立ち位置のお酒ですね。体にはすごく良さそうな気がします。ここでいぶし銀銀丸はお決まりの冷麺を注文です。外も肌寒くなり温かいものが恋しくなりますが、彼曰く寒い時に冷たいものを食うから美味しい。冬に食べるアイスってなんか美味しくないですか？冬にバイク乗らないバイク乗りは本物じゃないですよと
なぜか冷麺に対してこのこだわりがやけに強いです。そんな彼の車は暖房28度設定。誰よりも寒さには弱いようです。せっかくなので一口冷麺も食べてみましょう。あっさりとしていてすっきりとしたスープはこってり味濃いめのお肉を食べた後の口の中を優しくクールダウンしてくれます。さっきの高麗人参の効果か食欲のスイッチが刺激されてついつい石焼きビビンバをオーダーです。軽くタレを回しかけ全体を混ぜ合わせます。この鮮やかな見た目、ジューッという音、焼ける香ばしい香り、カリッと焦げた焦げの食感、そして口に運ぶと具材、タレ、ご飯の味の三重奏が五感すべてを刺激してきます。ここで終わりで十分なのですが、焼肉屋の好奇心がうずきます。ソフトカルビ、カルビ、骨付きカルビと食べたので、上カルビと特上カルビが気になります。みんなのお腹と相談して、ここは行っちゃいましょう。ということで、上カルビと特上カルビが到着です。まずは上カルビから行きましょう。これは共バラの縦バラとかですかね。うわ、顎の力がいらないです。さっき食べたカルビから一気に目の前の景色が変わります。これ1枚でご飯2口はいかないと上カルビに申し訳ないくらいです。今ご飯がないことにすごく後悔をしています。肉だけでは受け止めきれません。最後は特上カルビです。これはヘッドバラとかですかね。これは噛むというより口を動かすだけで身がちぎれます。脂が溶けるように柔らかいです。この並、上、特上などに厳密な決まりはないので、その部位のサシの入り方などでお店ごとに区別してます。ロースほど名前が厳しくないのもカルビの面白いとこですね。それでは最後はブッチャーの乙女心の時間です。選択肢が多すぎる。優柔不断な酔っ払いには選択肢が多すぎてどれも魅力的です。デザートメニューを端から端まで5周はやめ回すようにチェックし、今日はラランジェでフィニッシュです。ラランジェって何と思ってググってみると、ポルトガル語でオレンジという意味だそうです。さすが群馬。南米系の移住者の方が多い群馬っぽいネーミングです。このオレンジのシャーベットの酸味と甘みのバランスがちょうどいいです。焼肉もこれにて終了です。自分に釣られて新卒の鈴木くんもラランジェをオーダーです。みんなでワイワイ焼肉食べるとなぜか笑顔になれちゃいますね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。朝鮮飯店いかがでしたか？皆さんの地元のローカル焼肉チェーンとかおすすめのお店あればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。